こんな内容なら日本相手には勝てない。ワールドカップで何もできない。日本はいいチームだからこのままだと負ける可能性が高い。日本戦は上田のハットトリックで0対3で負ける。この内容なら日本に0対4でやられる。日本はこの試合結果を見て笑ってるだろう。こんにちは、葵です。こんにちは、きなです。今回はワールドカップ直前のウズベキスタンとの親善試合を終えたオランダサポーターと話していくよ。この試合はどうだったの？この試合は2対1でオランダが勝ったけど、オランダの2点は両方 PK だったよ。しかも1点は試合終了直前。なんだかオランダ不調だね。そうなんだけどね。決定的なシーンは何回かあったから、それ決めてたら圧勝できてたと思うけど。そうなんだ。じゃあ今回もオランダサポーターのメイス君とリモートをつないでるよ。ほいほい。ほいほい。オランダサポーターは今荒れてるよ。勝ったのに荒れてるんだね。じゃあウズベキスタンとの試合後のオランダサポーターが何て言ってるか聞いていこうかな。任せて。葵さん、ひなちゃん、正直今のオランダはクーマンへの不満がかなり強いよ。そんなに監督批判が出てるんだ。もうそのままクーマンアウトって声がかなり出てる。中にはスロットに帰ろうとかパリオーリオリオでって言ってる人もいる。勝ったのにそこまで言われるの？勝ったけど内容がひどかったからね。クーマンは自分がどういうサッカーをしたいのか分かってないって見られてる。しかも選手の選び方もおかしいとも言われてる。選手はもう今更どうしようもないでしょう。自分で変な選手を連れてきておいて戦い方も見えない。それなのに周りが指摘するともっとポジティブに見ろみたいな空気になる。そこにイラついてる人がかなりいる。もう初戦まで1週間ないのに監督への信頼がなくなってるの？ウズベキスタン相手にこれだから選手たちもクーマンをもう望んでないんじゃないか？クーマンはいつも他人のせいにしてる。みんなが悪い。自分以外が悪い。それが本当ならサポーターからしたら不満たまっちゃうね。しかもチームのレベルだけじゃなくて監督本人のレベルもひどい。ワールドカップ始まるのに空気悪すぎでしょ。本当にそう。ワールドカップ前にクーマンを解任できないのか2週間以内にクビになると思うって声まであった。荒れてるね。そうなんだよ。結果だけ見れば勝利だけど内容を見た人たちは全然納得してない。今のオランダはクーマンとこの選手たちの間でうまくいってない。そう感じてる人が多いんだよね。もうグループリーグ突破できるのかって不安が出てる。グループ突破は無理だろうって言ってる人もいる。そんなに期待されてないんだね。今の感じだとアメリカに短い休暇に行ってすぐオランダに帰ってくるだけだろ。3試合やって終わり、早くリーグ戦が始まってほしい。もうワールドカップを楽しみにする感じじゃなくて早期敗退を覚悟してる感じ。それはかなり悲しいね。しかもオランダ代表は飛行機に乗って家に帰れ。こんなサッカーじゃワールドカップで何もできない。って言われてるんだよ。そんなこと言いつつ本番では強いんだよね。どうせ今すぐアムステロダム行きの飛行機に乗った方がいい。10日後には帰国準備だろ。オランダはもうダメだ。世界王者にならない国が分かったっていう皮肉もあった。3試合とも痛い試合になる。グループリーグを突破できないって言い切ってる人もいる。しかもグループは楽に見えるけど日本は強いって声もあった。いきなり日本が出てきた。でも日本、スウェーデン、チュニジア以前にまずオランダ自身がひどすぎる。勝ってもめちゃくちゃ悲観ムードなんだね。正直この内容なら日本戦はかなり不安だよ。ウズベキスタンに2対1で勝ったけど2本の PK でやっと勝ったような試合だったからね。このまま日本とやったら厳しい。日本ってそんなに警戒されてるの？かなりされてるよ。日本はウズベキスタンとは比べ物にならないって言ってる人もいたし、俺もその感覚はわかる。ウズベキスタンと日本はそこまで差があるってオランダサポーターは思ってるんだね。この内容なら日本に0対4でやられる。オランダに0対4で勝ったら世界のざわつくだろうね。日本はこの試合結果を見て笑ってるだろう。オランダがあまりにも内容悪かったから日本から見たら怖くないんじゃないかって皮肉も言ってたよ。ウズベキスタンに2対1だから逆に日本に自信を与えちゃったみたいな感じ。そう。日本戦は上田のハットトリックで0対3で負けるって人まで出てきちゃってさ。日本はいいチームだからこのままだと負ける可能性が高い。日本はブラジルに勝ってるしイングランドにも勝ってるしね。日本はオランダにとって楽な相手じゃない。今のオランダ代表に日本に勝つチャンスがあると思うか？俺は思わない。これで日本に勝てると思うな。こんな内容なら日本相手には勝てない。ワールドカップで何もできないっていう空気だね。日本がアイスランドに1対0で勝った時は余裕で勝てるって言ってたのにね。今はかなり不満が強いね。
日本は強い。ウズベキスタンとは違う。だから今のままのオランダだと日本戦は本当に危ない。ヒヒヒヒヒヒ。でも全部が批判ってわけでもないよ。少しだけだけど冷静に見ようとしてる人もいたっ文句ばかり言うなら自分たちで代表に入って監督までやってみろよ。て言われてたね。確かにいろいろ言ってる人って代表にもなれなくて監督にもなれない人たちだもんね。そうだね選手たちは頑張ってるのに外から文句ばかり言うな。って言われてたよ。文句ばかり言う人っているよね。フランスやスペインだって準備試合ではひどい試合をすることがある。だからこれだけで全部決めるなって意見はあったよ。確かに、本番前悪くて本番いいって国。今までもたくさんあるもんね。そうだよね葵さん。これは勝つためだけの試合じゃなくて、ワールドカップに向けて試合感を戻すための試合だ。控え組の試合もあったし、選手たちにリズムを作らせる意味があった。ってことなんだよね。そうだそうだ。でもそれに対しても反論はあったよ。フランスは2018年に優勝して2022年も準優勝してる。スペインも実績がある。だからそういう国と今のオランダを同じように見ちゃダメだ。オランダの場合は今の選手と監督にそこまで信頼感がないから同じようには受け取られてないんだと思う。最後まで希望を捨てちゃいかん。まだ希望を捨ててない人もちゃんといるよ。今のプレーには恥ずかしいくらい不満だけどそれでも前向きにいたいって人もいた。サポーターは信じて応援するだけだよね。今日は悪かったけどまだ希望は持とう。いつも最高の日なわけじゃない。っていう表現をしてる人もいた。だから完全に見放してる人だけじゃない。でも全体的に擁護は少数派なんだよね。恥ずかしい。グループ3位になってそのまま家に帰ればいい。このワールドカップで何か得られたら奇跡だ。4位じゃなくて3位なんだ。それとこれはウズベキスタン戦の少し前のアルジェリア戦に0対1で負けた後の日本に対しての声なんだけど、実はその時点でもう日本戦を不安に思ってる人はいたんだよ。アルジェリア戦は負けてるからさっきよりすごいのかな。うん、もちろんアルジェリアに負けた直後だから中心はオランダ代表への失望なんだけど、その中で日本戦のこと言ってた人がいたからそれだけ伝えるよ。何何？これはただの親善試合だ。日本に勝つことの方がずっと大事だ。確かにね。日本は鉄の意志を持った連中だ。この選手たちだとオランダはグループリーグでかなり苦しむ。このままじゃ日本には勝てない。ひどすぎる。日本戦は簡単じゃない。アルジェリアより日本は何倍も強いって言ってる人もいたよ。何倍も強いんだ。ちなみに日本はアルジェリアと試合したことないよ。この時期にアルジェリアに負けるなんて本当に悲惨だ。オランダは家にいろ。何も期待できない。やっぱり負けるとサポーターは厳しいんだね。さらに皮肉っぽく日本はこのオランダ代表を寿司にするって言ってる人もいたよ。あと上田の名前も出てたね。さすがオランダリーグ得点王。上田が点ごとみぞ。上田もオランダ相手に同じことをするのが見える。上田もオランダ相手に3点取るぞ。ムサが決めた。そして次は上田だ。アルジェリア戦でフェイエノールとのムサ選手に決められたから次は上田選手ってことね。決めちゃえ決めちゃえ。そういう流れだね。だからアルジェリア戦の時点でもただ負けたってだけじゃなくて、このまま日本戦に行くのは危ない。それでウズベキスタン戦も内容が悪かったからさらに日本戦への不安が強くなってたんだね。まさにそう。アルジェリア戦の後から日本への不安はあって、ウズベキスタン戦後にそれがさらに現実味を持った感じだね。日本戦ではちゃんとやれる。チャンスはあったから心配するなって前向きな声も少しはあるけど、全体としては日本は簡単じゃない。このままではオランダは危ないっていう見方の方が目立ってたんだよね。オランダサポーターからはこんな感じだよ。ベース君、話聞かせてくれてありがとう。日本との試合までもう1週間ないけど不安しかないよ。親善試合と本戦は全然違うからね。そうだといいんだけどね。それじゃあドゥイ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 。オランダサポーター荒れてるね。そうだね。葵ちゃんオランダ対ウズベキスタン戦見たんでしょ？見た。もう眠いよ。実際どうなの？大会前の親善試合は全然違うからね。でも決定的なシーン決めてたらサポーターの反応も変わってただろうしね。ってことは油断できないね。そりゃそうだよ。オランダだよ。というかワールドカップに油断できる試合なんてないからね。そうだよね。気合い入れ直します。って言っても私たちは応援するだけだけどね。それ大切だよ。じゃあ試合日程一応確認だよ。本当にあとちょっと。ウズベキスタンの試合でオランダのゴールキーパーが腰の打撲で途中交代しちゃって日本戦に出られるかは不明なんだよね。かわいそう。親善試合を直前までしなかったことで日本は怪我のリスクを回避できたね。それも作戦ってことだね。
それにしてもあと5日だし気分が高揚してきたよ。じゃあ今回はこんな感じで終わりだよ。それではご視聴いただきありがとうございました。皆さんの高揚っぷりもぜひコメントに書いていってくださいね。ご視聴ありがとうございました。